オーロボッツフランベチャンネル。今日の話題は調整後のダメージ比較を知って、さてどうセットアップに生かそうかなあんて考えてみよう。ではまず、フェインターだね。先にダメージ見てみよう。まあ、これはレベル上げてない比較となるが、ダメージ増加 12% とファイアリング間隔が 0.02 秒短縮したことによりどうだろう。総点弾数を打ち切るのは4秒。このタイミングで比較すると 124% 増加となる。もちろんトータルは 112% となるが、マーク1マキシマムならば4秒で9万。これはチオーネの 160% か。感覚的に4秒打ち切るバトルならば4つ以上装備できれば使えるかもしれない。タイフォンやラバジャーあたりか。まあ一応の参考に。では次にリサプリンだが、ダメージ 5% 増加、ブラストチャージ率 22% 減少、そしてリロードタイム4秒の延長。これはかなり影響あると思うがどうだろう。おや、ファイアリング特性が変更されたのか。5秒でフルショットとなっているようだが、もしこれが間違いでなければ単純にリロードタイムは3秒延長の間隔となるよね。ファイアリング間隔については何も表現されていなかったがね。そうなると今回のブラストチャージ累積が 22% 減少したことによるダメージ、これが25000。シングルダメージでは差が開くが、複数装備ならば今までの 50% のスピードで累積する。そうなるね。おおよそ武器1つのフルショットでは 60% をチャージしているから、最低限2つ装備させればブラストダメージを与えられるとなりそうだ。比較としてチオーネではやはり瞬間的な火力はむしろ高まっている。2つ以上の装備でブラストチャージもフォローできると考えれば、むしろ弱体化ではなく装備しやすいロボットを限定してきた、そんな印象を受けるね。例えばオフィオンやイムギなど飛行系ロボットあたりだろうか。もちろん問題はリロードタイムなので、この8秒がロボットにとって必要となる。そんなとこを考えてのセットアップか。もしかするとラバジャーでもいけんのか。一度やってみよう。ではグロウラーだね。ワンショットのダメージは変えずにファイアリングの間隔が2倍とされてしまった。これもね、もっと低いダメージ設定で発売し、若干の弱体化させることで不満は起こらないのだがね。とはいえ2倍の間隔ってそこまでの調整が必要ならば発売早々に調整でしょう。 20% の間隔延長くらいならわかるが、でこうなる。ファイアリング間隔は 50% となるが、そのファイアリングそのもののスピードは変わらないんだね。そうすると5秒、桃色のとこだね。で 57% のダメージ、6秒、赤だね。これで 63% となっている。ざっくり言うとこれまでのダメージが 60% まで弱体化を受けた、そんな印象となるね。ただしマガジンリロード数は変わらないから、リロードショットまでの総ダメージは変わらないということにもなるのだが、まあ13秒近く打ち続けての話となる。比較するチオーネとの差だが、10秒では 135% となっている。もちろんそれぞれの特性あるんで一概には言えないが、使えなくもないな。調整後で使えそうなロボットだともちろんコンドルだろうが、他にはどうだろう。思い浮かばないが、フランベならばランスロットだろう。もしかするとダゴンあたりの装備数多めのロボットでファイアリング間隔をカバーするといいのかもしれない。最後はポルトスだ。ダメージによるリペア効果、これが 10% 増加され、ヒットダメージは 15% 減少。まあこれが本来の新発売としての予定される調整弱体化ではないかとフランベは考える。もちろん弱体化を歓迎してるわけじゃないがね。しかしチーイットもお強くない新武器ってまあ売れないよね。買わないでしょわざわざ。なので少しはお強くあって当然だろう。ではどうだろう。まあこれは数字通り 15% ダウンだね。とはいえ比較するチオーネとはフリーズ効果発動で同レベルのダメージとなりそうだね。それなりの火力を持っていて回復効果を期待できる。これは射程距離 350m のハンデをカバーできうるならかなり汎用性は高いよね。これは次回のバランス調整までいろんなロボットで使いやすい武器としてはいいかもしれない。おすすめできる武器だね。フランベは積極的にアップグレードを進めていくつもりだ。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできる日までごきげんよう。